仏壇に供えられた花。よく見ると、菊などの一般的に仏花として使われている花ではありません。大輪のダリア、涼やかな白いアガパンサス、赤がシックなエキナセア、夏の花で構成されています。厳かな気持ちとか祈りとか、そういうふうな場所だと思いますので、あまりにもその花が強調して目立ってしまわないように、そういうふうなだけども、ちょっと華やかさが欲しいかなって、明るい感じも欲しいかなって、静かなイメージをというふうに感じてます。ちょっとシックな赤とか、空間にちょっと溶け込むような、寄り添うような、そういうふうな気持ちでさせていただいてます。今回の主人公は京都で30年フローリストとして活動する浦沢美奈さんです。花や植物を通して自然や四季の移ろいを生活の中に取り入れる京都人のライフスタイルや美意識を大切に、その思いを花の色や形で表現しています。浦沢さんが1991年にフローリストとして活動を始めた当時は、花といえば姿を生ける可動的な美が主流でしたが、浦沢さんは密度を高く花を束め、面で生けるパリスタイルを持ち込み、注目を集めるようになりました。2019年には G20 大阪サミットの花を担当するという大仕事も手掛けました。浦沢さんのアトリエプーゼは中京区御所の南にあります。テーブルに花を飾ると幸せが集まってくるをテーマに、現在はここを拠点にアレンジ花の制作や各種メディアへの発信、花の教室を主催しています。この日オーダーメイドの花束をメインにしたのは鮮やかな黄色いひまわりです。今日はね、夏向けなんで、ひまわりでちょっと元気よく感じてもらいたいなっていうのと、暑い時ですし、爽やかにハーブをミックスで、ミントのミックスとアフリカンブルーバジルっていうのを入れてるんですけど、香りも一緒にお届けできればなと思いました。はい。先生は職人さんですからね、やっぱ職人さんを感じられるのが一番じゃないですか。僕もフランスのパリにちょっと住んでたことあるんですけど、やっぱり京都の人とパリの方がよく似てるというか、生活習慣とか季節感とか取り入れてはるのが早いですし。中間色を使ったグラデーション、鮮やかな色にニュアンスのあるシックな色を合わせていく手法はプーゼスタイルと呼ばれ、全国から人気を集めています。回しながらこうやって作っていくこととかが多いです。で、だんだん面積を広げていくというか、同じピンクでもいろんなピンクのものを合わせるっていう、そんな感じです。少しくすんだような色味のものを使うことが多いです。パッチワークをするように、布でいうとそのようなイメージかなと思うんですけれども、キャンパスに色を落としていってずっと色がグラデーションで効いてるとか、あまりその華やかすぎない、京都なんでお上品な感じで。浦沢さんは仕上げにプーゼの苗入りのリボンをあしらいます。花というものですけれども、気持ちを届けるっていうことやと思うんですね。お花を通じてだからこそ伝えきれない気持ちも全部花が背負っていくんだと思います。なのでそれを作らせていただく、それを請け負う責任、自分の責任というものを強く感じるために苗入りのリボンをつけて、もう絶対に自分のところから出ているもので、失敗したらもう絶対にダメっていう。出来上がるとカメラで撮影して、これもまた作品として残すのも浦沢さんが30年間続けてきたことです。書籍やさまざまな媒体での作品発表を通じて
花の楽しみ方を提案しています。だんだんその雑誌に載せていただくお仕事とかそういったことが増えていく中で、自分で撮ることによってこういうふうに生けた方が写真になった時綺麗だなっていうような、そういったことも分かるようになりましたし、一枚の写真になると客観的、一泊置いて見れるのでいろんなことを学びました。それは色味であったりとか。20代の頃、初めて訪れたパリで見たブーケの美しさに感動した浦沢さんは、そっくりそのままを京都で再現したいと考えました。しかし、こんなに感動したので、京都で見ても感動するに決まっているというか、もう全く信じて疑わずに、もう駆けずり回って何軒もお花屋さんに行って、どうだと思って作ったら感動何もしなくって、ものすごくがっかりしたんです。がっかりっていうかしょんぼりしました。京都で見るとなんか違うんです。なぜだろうと思いましたところ、やはり湿度とか、それからその周りの景色とか、やはりそこに住んでる人の気持ちとか、何かそういったものが全部合わさって跳ねてるんですよね、きっと。もっと細かい季節感であったり、もっと細かい色のグラデーションであったりとか、それからもっともっと中間色なんだなと思ったんですね。なので何かを混ぜていく、フィルターを通す、そういったことが必要なんかなっていうことに気づきまして。そこで生まれ育った京都西陣で幼い頃から見続けてきた着物の色彩感覚を花束に映し出したのです。京都の歴史が育んできたシックながらも華やかな色使いで花の魅力を引き出すフローリスト、浦沢美奈さん。この日、岩倉の実相院を舞台に作品を制作してもらいました。庭の青もみじを映す床、色味や形の違う4種類の白いバラをメインに、利休草とクレマチスを豪華に生け込みました。緑がものすごく綺麗なので、やはりグリーンに白を合わせたいなと思いました。今やはりこういう世の中で、本当に平和な気持ちになれるようにと思いまして、それで白も細かいお花しか入れてないんです。それでなんとなくみんなで力を合わせていきたいなというような、そういう思いで、それはやはり白ってすごくいろんなグラデーションがね、花弁の形によって陰影がつきますので、クレマチスを伸びやかに飛び出すような感じで、こういうのがね収まって、なんかみんなで飛び出していけるような、そういう期待も込めて、はい。京都人は年中行事やしきたりを通して季節の移ろいをめで暮らしを豊かにしてきました。そこにはいつも花や草木があります。7月7日頃は少々、梅雨も終盤、これからの暑い日々を思い、浦沢さんが生けたのはアフリカ、ケニアで育てられた日本原産の和バラです。浦沢さんは二十四節気という2週間ごとに変化する暦を取り入れ、その時々に感じる色や形を花で表現しています。日々の暮らしに一輪のお花をテーブルに飾っていただいて、家族の人が和んだりとか、それによって季節を感じたりですとか、少しの花とか手に入りやすいお花とか、そういったものとかも飾り方次第ではすごく素敵な感じになりますよっていうのを目指しています。浦沢さん流の初心者でも簡単に生けられるアイデアを教えてもらいましょアジサイなんですけれども、たくさんついているので細かくカットしていただきまして、口が広い場合はこうやってセロテープでまずこのようにして
一個一個の隙間をちっちゃくしてあげます。そうするとここで花が止まりますので、普通真ん中って立たないと思うんですけれども、そこに入れていけばちゃんと定位置に収まるっていう、そんな感じです。やっぱり一輪お花があるとお水を変えたりとかお世話がかかるんですけれども、テーブル拭く時にお花のお水変えてあげようって、その時なんかちょっと余裕が生まれたりとかするんですよ。なんかそういう風な余裕というか、優しさみたいなものをもらえるかなっていう気もしますし。フローリスト浦沢美奈さん。花を美しいと感じる心自体が日々の生活を潤します。彩りを添えます。浦沢さんは花を束ねて幸せを集めているのです。